職業お金持ち。読むだけで大富豪マインドが身につきます。凡人の常識はお金持ちの非常識。ずっと当たり前だと思ってきた。働かざる者食うべからず。製品は美徳。楽して稼ぐなんてずるい。お金持ちは悪いことをしているに違いない。お金持ちは特別な人。私の世界では長らくこれが常識だった。だから頑張って勉強して、頑張っていい大学に入って、頑張っていい会社に入ること。それこそが幸せになる最短の道だと思って生きてきた。それは違うんだよって教えてくれる人なんて一人もいなかったんだから。そう、彼に会うまでは。あの日私は人生で初めて降り立った証券会社というところで大富豪のおじいちゃんたちと知り合った。その中でも特に仲良くなったのは最初に声をかけてくれた老紳士。同じぐらいの孫がいるんだ。今は遠くに住んでるけどね。と以前に聞いたことがある。どこかで私と重ね合わせていたのかも。私は彼に懐き、恵比寿様とあだ名をつけた。恵比寿様との会話は主に今までの人生の振り返りや昔話。私にとってはどれも小説や映画の世界のようで、聞いているだけでもとても楽しかった。会社を数十億から数百億円でいくつも売却したこと、バブルの頃に不動産で大儲けしたこと、権利収入もたくさんあること、世界中に別荘があって行きたくなった時に気ままに行っていること、自分の名前がついた基金があること、途上国のインフラ整備をしていること。一体どれほどの資産を保有しているのかはあえて聞かないようにしていたけれど、どう考えても1000億円を下回ることはないだろうということは容易に想像できた。ねえねえ、恵比寿様。ここに来る人は生まれた時からずっとお金持ちの人ばかりなの？みんな別世界の人に見えるんだけど。ああ、別世界といえば別世界かもしれないね。生まれた時からかどうかは人によるけど。そっか、アスカちゃんはまだ知らないのか。お金持ちの世界とそうでない世界とではそもそものルールが違うんだよ。え？どういうこと？お金持ち界とそうじゃない世界の差が気になるんでしょ。ルール、つまり前提や常識、良しとされることやお金の稼ぎ方といったことまで、実は何もかもが違うんだ。いわゆる普通の人の常識は、金持ちにとっては非常識も甚だしい。貧しい世界のルールを採用している人は、この先もお金持ちになることはできないし、金銭的に満足のいかないまま生涯を過ごしていくことになる。確かに気にはなっていたことだった。世の中のお金持ちと自分との間では何が違うのか。パッと見は似通っているのに、どうして生涯年数に数桁の差が生まれるのか。例えばアスカちゃんをはじめ大多数の人が今採用しているであろうルールを金持ち界の常識に書き換えるとこうだ。働かざる者食うべからずは、働かせる側であれば自分が働く必要はない。製品は美徳は、貧しくいるのは罪である。楽して稼ぐなんてずるいは、楽して稼ぐのは楽しい。お金持ちは悪いことをしているに違いないは、お金持ちは他人を喜ばせられる人。お金持ちは特別な人は、お金持ちには誰でもなれる。恵比寿様はまるで一つ一つオセロをひっくり返すかのように、次々と私が握りしめていた常識をめくっていく。その他にも金持ち界の常識はたくさんある。お金はなくならない。人生は好きなことだけをするためにある。辛いこと、苦しいことは避けていい。金持ちでない人はそれを自分で望んでいるだけ。金持ちと一緒にいるほど金持ちになる。お金は人を優しくする。自分の好きがお金に変わる。労働で豊かになることはできない。お金も人も気のいいところに巡ってくる。いいとこ取りの人生が普通。なんてね。こっちの方が楽しそうな世界だとは思わないかい？鮮やかなバラ色の景色が眼前に浮かぶ。同じ時代に同じ地球に生きているはずなのに、随分と違う世界のよう。
もしも生きているうちにそんな世界に本当に行けるなら、そんな幸せなことってない。そりゃ私だってもしそんな世界で生きられるならそっちの方がいいに決まってますよ。でもどうしたら、地位も名誉も元手となるお金や特別な才能も私には何にもないのに。さっきお金持ちには誰でもなれるって言ってたけど、それって私みたいなただの大学生でもお金持ちになれるってこと？もちろんなれるさ。それこそ当たり前じゃないかとでも言いたげに、いともあっさりと、しかも満面の笑みで答えてくれる恵比寿様。金持ちの世界は豊かで穏やかで、常に愛と笑顔に満ち溢れている。そしてこの世界には誰でも足を踏み入れることができるようになっている。ちょっとしたコツをつかめば誰だってね。ちょっとしたコツ？そう。簡単だよ。もし今後本当にアスカちゃんがお金持ちの世界で生きたいと望むなら、今、がんじがらめになっているその常識の枠を取り払わないと永遠にその願いは叶わない。今まで持っていた常識を捨て、これらの金持ちの常識を自分の中にしっかりとインストールする必要がある。まずは一旦今まで当たり前だと思ってきたことを全て疑ってみることだ。どんなに小さなことでもね。ちょっとしたお金の使い方、お金の捉え方から、働き方や生き方といった大枠まで。常識っていうのは自分が気づかないぐらいに奥底へ浸透しているものだから、それをあぶり出す作業がスタートライン。自分がどんな枠組みで思考して日々を過ごしているかを正確に把握する必要がある。特に日本はお金の呪縛がとても強く、幼い頃から知らず知らず親に、学校に、社会に洗脳されてきている。誰が悪いというわけじゃないよ。アスカちゃんの上の父母世代も、もっと上の祖父母世代も、みんなどちらかというと被害者だ。呪いのように脈々と受け継がれる貧乏の血。それをここらで断ち切ってあげないといけない。下の世代に惨めな思いをさせたくないのであれば、なおさらね。今まで周りの大人に言われてきた言葉、散々耳にしてきたフレーズが脳裏を駆け巡る。そんなにお金って言うんじゃないの？みっともない。うちはお金持ちじゃないんだからね。いい大学に入って、いい会社に入って、素敵な旦那さんを見つけたら生涯安泰なのよ。一生懸命働いて偉いね。違和感を覚えていた意味がようやく分かった。こういった言葉を発している人の中に、本当に幸せそうな人も圧倒的なお金持ちもただの一人も思い浮かばないのだ。とすればルールが違うというのはもしかしたら本当なのかもしれない。アスカちゃんはお金持ちになるためにここに来たと言っていたね。はい。何度も言うがお金持ちには誰でもなれる。ただそうなるにはいくつか覚えておくべき簡単なルールがあるんだ。金持ちが金持ちである理由。アスカちゃんがここからお金持ちになる方法。どうだろう？知りたい？もちろん知りたい。じゃあ、こうして仲良くなったのも何かの縁だし、いつまでも世間話だけではつまらないだろうし、お金持ちになる上でのルールの解明でも一緒にしていこうかね。渡りに船とはこのこと。何の気なしにした質問からこんな展開になるなんて、やった。ぜひよろしくお願いします。こうして私は大富豪からまさかの直々にお金持ちのお作法を学んでいくことになったのです。今回の学び、お金持ち界と貧しい世界のルールは違う。お金持ち界のルールを採用するには今までの常識をすべて捨てる、疑うのが近道。お金持ちには誰でもなれる。こんにちは。ハピケンことハッピー研究所の翔です。今回は職業お金持ちという本をご紹介します。知りたいことがあればその道の先生に聞くのが一番早いですよね。料理がうまくなりたければプロの料理人とか料理研究家だったり、スポーツが上達したければプロの選手とかトレーナーだったり。じゃあお金を増やすにはどうしたらいいのか。そう、お金持ちに話を聞けばいいんです。そうして聞いてみると、どうやら一般の人とお金持ちとでは
常識が全く違うらしいんです。お金の不安や心配など一切なく、お金持ちで居続けることができる本当のお金の常識、知りたくありませんか？今回はそんなお金持ち小説をご紹介します。著者は富塚飛鳥さん。お金を理由に何かを諦めるという事態とは生涯無縁でいようと決め、20歳の時に10万円から資産運用を始められた富塚さん。現在では一人でも多くの女性がお金を手段として理想のライフスタイルを手に入れられるよう、自身の経験をもとに投資を教えられています。そんな彼女がお金持ちだけが知っている秘密の法則やお金に好かれる習慣、豊かで自由なお金持ちになることができるライフゴーマインドを教えてくれるのが本書なんです。本動画では本書のこの雰囲気をほんの少しだけご紹介したいと思いますので、ぜひ最後までご覧になってくださいね。そして今回も幸せのダイヤモンド探しがございます。このハッピーダイヤモンドを動画のどこかに5つ置いておきましたので、見つけてみてくださいね。見つけたら小さな幸せゲットですからね。それでは続きをどうぞ。ハッピー研究所では幸せになるためのいろいろなノウハウをご紹介しています。チャンネル登録して一緒にハッピーを作っていきましょう。貧乏は自分自身で選んでいる。自分の常識をひっくり返していくという課題はそれなりにいい感じで進んでいた。一方で悶々とした気持ちに追われていたのも事実。具体的な方法がまるで見えてこないのだ。人間に大差はない。お金持ちには誰でもなれる。でもどうしたらお金持ちになれるのか。その道には霞がかかり、どんなに目を凝らしても見えてくる気配はない。預金残高は10万円ちょっと。私の思い描くお金持ちとは随分乖離があり、この差がどう埋まるのかは見当もつかなかった。恵比寿様なら何らかの答えを知っている気がして、私は聞いてみた。私、どうしたらお金持ちになれますか？貧乏ってね、自分自身で選んでるんだよ。アスカちゃんの手元に今お金がないのは、アスカちゃん自身がそう望んでいるからさ。私は目を見開き、いや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 、と強い口調で否定した。だって、貧乏がいいなんて思ったこともないし、それをあえて望んでいるなんてことは絶対にありえないんだから。そんなことはない。私は貧乏なんて望んでいないし、お金持ちになりたい。お金持ちになるんだって思ってる。そう言いたくなるのはわかるよ。自ら貧乏を選んでいるなんて思いたくないよね。そりゃそうだ。自分自身が貧乏神だなんてね。僕だって一生涯そんな風にはなりたくないもの。とびっきり縁起が悪そうだし、なんだか運気も下がりそうだしね。と言ってのけた。自分自身が貧乏神。何そのパワーワード。嫌だ。嫌すぎる。そんなの絶対に嫌。私の絶望が伝わったのか、恵比寿様は少し困ったようにほんのりハの字に眉毛を曲げて、でもね、と言葉を続ける。ショックかもしれないけれど、残念ながら本当なんだ。アスカちゃんは今日までお金持ちでない自分の方が都合が良かった。それはお金を持ったら不幸になるという刷り込みのせいかもしれないし、ご両親にまだ甘えていたいのかもしれない。貧乏を選んでいる人には必ず理由があるんだ。ある人は仕事を辞めない、辞められない口実に使うし、もっとお金があったら、とやりたいことを諦めたり、旦那さんや子供、ご両親を責める武器にしたりする人もいる。悲劇のヒロインごっこはみんなが同情してくれるし、現状を変える必要もないしで、気づかないうちに病みつきになってしまう人が多いんだよね。こちらから見たらただただ滑稽でしかないけれど。だって自分でやりたくてやっているんだもの。あれこれ理由をつけてはお金を遠ざけるこのゲームをしている姿はむしろ幸せそうにすら思える。内容が何であれ希望が叶うのはいいことだ。でもそれ一生続けるのかな。アスカちゃんはどうする？これからも続けていきたい？そうしてずっとそちら側で生きていくのは嫌なんじゃない？ふとどこかで聞いたことのあるフレーズが頭をよぎった。
人生は自分の願った通りになる。だから自分の願いをできる限り明確にしておくことが理想の人生を歩む鍵になるのだと。お金持ちがお金持ちなのはお金持ちである自分を望んでいるからだし、そうでない人がお金を手にできないのはお金を手にしない自分、お金持ちじゃない自分を自ら望んでいるから。そこに例外なんて一つもないんだ。嫌です。私はかすれた声でかろうじてそう答えた。自分自身がお金持ちになろうとしていなかったなんて、あれだけお金持ちになるんだと息巻いていて、実は真逆の方向に進んでいたなんて、お金持ちじゃない自分でいることにメリットを感じていたなんて、本当は認めたくなかった。ねえ、アスカちゃん。人生はね、決して思い通りにはならない。ただ、必ず自分の思った通りになるようにできているんだ。金持ちを選ぶも選ばないも、それは個人の自由だね。すべては自分自身が決めている。でも、そうとわかると、お金持ちでない自分を疑問に思うでしょ。あれ、私どうしてわざわざこっち側を選んでいるんだっけって。人生は究極二択なんだよ。お金持ちになるかならないか。金持ちになりたいけれど、現状自分は金持ちではない。そう言ってくる人にはよく、なぜ今お金持ちになれていないと思いますかと投げかけるんだけどね。多くの人はこう問いかけると黙ってしまう。考えたこともなかったとね。それは今までに自分がお金持ちになれるという選択肢を現実的に考えたことがなかったからなんだ。なりたいなりたいとは言うものの口だけで、心の中ではお金持ちをある種ファンタジーの世界と捉え、自分と切り離してしまっている。そんな人にその現実が降りてくることはありえない。だって心と体がちぐはぐな状態で自分を全く生きていないんだから。これは寂しがり屋なお金の特性として覚えておいてほしいんだけどね。金持ちになるのを拒否して、お金を受け取るのを拒否して、そうして断るごとにお金はどんどん離れていく。どんどん近寄ってこなくなるんだ。そんなことを繰り返していると、やがてお金に認識されなくなってしまう。しっかり意思表示をして手を伸ばさないとお金は巡ってこない。お金を受け取らないこと、お金持ちにならないことに1ミリでもメリットを感じているうちはお金持ちになれない。そうして貧しく居続けること、この行為こそがお金を、そしてお金持ちになれる可能性をどんどん遠ざけることになる。確かに私、今まで口だけだったかも。恵比寿様、私もう嫌だよ。お金のない自分のまま生きるなんて嫌。私もお金持ちの人生を選びたい。お金のない自分が嫌なのであれば、そんな自分と決別して、お金を手にできる自分を選べばいい。金持ちとしての人生を選択すればいいだけだ。人生はね、いつだって思った瞬間から変えられる。それに寿命なんて神様にしかわからないんだから、アスカちゃんがいくら若いとは言っても、いつまでも貧乏のままでいられるほど暇じゃないよね。暇という言葉が私の心に強く刺さった。何をのんきに構えていたのだろう。明日死ぬかもしれないのに。お金持ちの世界を体感しないまま死ぬなんて絶対に嫌だ。私の顔つきがすっと変わったのを見て、恵比寿様は嬉しそうに微笑んだ。覚悟ができたようだね。お金持ちになる覚悟が。であれば宣言だ。本日をもって今までのお金がないアスカちゃんとは決別しよう。お金がないこと、貧しさゆえに楽しんでいたあれこれに一通り思いを馳せたら、今までありがとうとお礼を言って、そして軽やかに手放して。もう二度とあちら側に戻ってはいけないよ。君はお金持ちになるのだから。今回の学び。お金持ちも貧乏も自分で選んだ結果。貧乏でいるのはその状態にメリットがあるから。お金持ちになるならお金のない自分と決別する宣言をする。本当にお金が欲しい。お金持ちになると宣言してから私の言動は少しずつ変わっていった。一番わかりやすい変化はお金がないと口にしなくなったこと。
そう言っていると、それだけで貧乏神になる気がして。同時にお金が好き、お金があるって幸せだと思うようになったら、見える世界は徐々に変化していった。学食の250円のカレーライスも、テニスコートまでの電車代340円も全部お金があるおかげなんだなと思うと、なんだかほっこりと幸せな気持ちを感じるようになった。それでもまだまだ金額としてはお金持ちであるとは言えず、この見習い状態を何年続けたらお金持ちになれるのかは到底見当もつかなかったけれど、お金があるのもそれに感謝できるのが大事だってことも分かったけど、ここからどう増えていくのか全然わからないよ。いつものように証券会社のロビーで隣に座っていた恵比寿様に思わずぼやく。すると恵比寿様は不思議そうな表情で聞いてきた。アスカちゃんはお金が欲しいの？え？なんでそんな当たり前のことを聞くんだろう。欲しい。欲しいに決まってるじゃない。だってお金持ちってお金を持ってる人でしょ？お金のないお金持ちなんていないでしょ？お金を持っているのがお金持ちというのは確かにそうなんだけど、そこを今の状態で目指すと、アスカちゃんが思っている方向とはかけ離れたところに行ってしまうんだよね。かけ離れたところ？どういうこと？今のアスカちゃんの言葉は、目的と手段が混同してしまっている状態ゆえのセリフなんだ。金持ちはお金自体が欲しいのではない。ちなみに金持ちでない人もやっぱりお金自体が欲しいのではない。お金自体という言葉が妙に引っかかった。お金自体じゃないとすると、私が手に入れたいものって何なんだろう。お金が欲しいと口にする人は確かにたくさんいる。でもそれは実は多大なる勘違いなんだ。アスカちゃんも、そして他の多くの人もみんな本当にお金が欲しいわけではない。本当に求めているのはもっと別のもの。その先の感情なんだ。手に入れたい感情があるから稼ぐ。そしてその感情を実際に手に入れるために使う。お金はそういった感情を得るための交換権に過ぎないんだよね。交換権？お金が交換権だなんて恐れ多く感じてしまうけれど、文化祭の金券と一緒って思えばいいのかな。お団子や焼きとうもろこしを食べたり、お化け屋敷に入るのに使ったり。そう思うと交換権っていうのもまあ合っている気がする。交換券って面白いですね。いっぱい集めるほどいろんなものと交換できるってことでしょ？そういうこと。交換先は物以外にもいろいろあるけどね。アスカちゃん、お金があったら何がしたい？ビジネスクラスで世界中を旅したり、星付きの美味しいレストランに行ってフルコースを堪能したりかな。おしゃれなブランドバッグも欲しいし、広いお家にも引っ越したい。あ、就職はしないかな。お金があるならわざわざ働く必要もないし。叶えたいことはたくさんあるよね。今の段階ではなおさらだ。むしろ数えきれないほどたくさんあっていい。ただ、これらの叶えたいことが決してそれ自体をしたいのではないということを分かっていればね。人がお金を稼ごうとするのは叶えたい夢、それを実現することで得られる幸福感を求めているからということをきちんと覚えておく必要がある。求めているのは幸せや楽しさ、充実感なんだ。欲しいのが幸福感？ここで私にある疑問が浮かんできた。でもそれっておかしくないですか？本当に幸福感が欲しいんだったら、それさえ得られるのであれば、お金は必ずしもいらないって話になるよね。いいところに気がついたね。そう、幸せな感情を満たすことに焦点を当てると、お金持ちになる前段階から満ち足りた豊かな人生を歩めるようになる。これがお金がなくても幸せの原理だ。十分なお金がなくても叶うことはたくさんあるね。その上でお金があると叶うことがもっと増える。幸せな瞬間を人生でたくさん集めたいから、多く体験したいから、だったらお金はあった方がいいよね、ということなんだよ。あ、と私は、恵比寿様の話が最近の体験にリンクする。恵比寿様と約束したでしょ？貧乏会脱出記念にお金がないって言わないことにしたの。
そしたらお金があるってことにすごく感謝できるようになった。資産状況は何も変わってないんだけど、250円のカレーもちょっとした移動の電車賃も全部ありがたいなって。私がこうして楽しく生きていられるのってお金のおかげなんだなって。やってること自体は何も変わっていないはずなのに、こんなに世界が違って見えるなんてびっくり。そうそう、素晴らしい。それなんだよ。お金が使えるって幸せなことだよね。人はお金を使うことで幸せを感じられる。例えばアスカちゃん、お洋服は好き？大好き。最近欲しいお洋服はある？ちょうど一着とても素敵なワンピースがあって、見てからここ数日ずっと頭から離れなくって。どうしてそれが欲しいの？こないだ銀座でたまたま見かけたんだけど、色も形も着心地も私の好みど真ん中だったの。もう本当に可愛くて思い浮かべるだけでときめいちゃう。それを手にしたらアスカちゃんはどんな気持ちになる？嬉しくって幸せで、きっとしばらくご機嫌。そのお店のロゴが入った袋を持っていることすら楽しいし、お会計もルンルンだし、もしかしたらウキウキ気分でそのままお店で着替えて帰っちゃうかも。いいね。それだよ。アスカちゃんはそんな自分に会いたくて、洋服一つ選ぶとしても、これを身にまとったらどんな気持ちになるかな、どれだけ幸せになるのかな、と思って買い物をしているんだ。自覚していたかどうかはさておき、今までもね。この時アスカちゃんはこの洋服自体が欲しいんじゃない。得たいのは感情、幸せな気持ち。現代は特に物に溢れている。人間の欲求はより高次元になり、もう物が欲しいという段階はとうに超えているんだよ。何かが欲しいと思った時はね、このどんな感情を得たいのかというところまで考えるようにするといい。お金持ちとして生きる上で、ここはものすごく大事なところだ。そして幸せなお金持ちになっていくコツはね、自分の得たい感情が分かったら、それを今のうちから先取りしていくこと。アスカちゃんは資産状況は何も変わっていないと言ったね。でも今持っているお金、あるいは他の何かしらのエネルギーを使ってその感情を手に入れたらいいだけなんだ。感情であれば、たとえ十分なお金がなかったとしても、いつだって身一つで手に入る。そう身構えずに自分の感情を満たしていく遊びを楽しんでいこう。きっと楽しめると思うよ。少なくとも貧乏で居続けるごっこよりははるかに気持ちもいいはずだしね。私は思わず苦笑い。ほんとね。同じようにゲームをするのであれば、こっちの方がよっぽど楽しそうだし、お金持ちへの道をちゃんと歩んでるって感じ。お金を求めるのはもちろん悪いことではないよ。ただ、お金に焦点を当てるのではなく、その先の感情を手に入れたいということをお金持ちになるんだったらしっかりと自覚しておく必要がある。ここを誤解していると、お金を得るほどお金に固執してしまうし、なくなるのが怖くなる。結果として全くと言っていいほどお金を巡らせることができなくなってしまう。循環しないお金はどんどんよどみ腐っていくだけだね。どれだけお金を得ても滞らせるだけ。そんな状況はとても豊かとは言えないだろう。使わないとダメってこと？そう。性の循環によって豊かさをどんどん広げていくのが幸せなお金持ちになる秘訣だ。お金はあくまでも交換権。決してそれ自体を追い求めることのないように。どれだけお金を得たとしても使わないままでは紙くずと一緒なんだよね。通帳に数字が無機質に並んでいるのを見るだけで満足していいの？今世の寿命が訪れた時、大量の札束に囲まれていたい？きっとアスカちゃんが求めている状態は違うよね。お金はあの世までは持っていけない。ちゃんとお金を巡らせて生きているうちにたくさんの豊かな体験をしてほしい。お金はそれを叶えてくれるとても優秀なツールなんだよ。今回の学び。お金が欲しいのではなく、得たいものは幸せな感情。お金がなくても幸せにはなれる。幸せを先取りするのが今すぐ幸せなお金持ちを体感する方法。お金を稼ぐのは簡単。
お金持ちには誰でもなれる。さあ、次はあなたの番ですよ。本当はもう分かっているんでしょ。あとは扉を開くだけ。ようこそ、楽しくて仕方がないお金持ちの世界へ。今回もプロローグ程度のご紹介でしたが、本書の雰囲気伝わりましたでしょうか。めちゃめちゃ冒頭部分なのですが、どうです？なんだかワクワクしませんか？僕は面白くて一気に読み終えてしまいました。とにかくエビス様の教えが素敵なんですよね。各章ごとに新たな気づきがたくさんあって、お金というものの考え方が根本から変わっていきます。そうやってお金の考え方を変えていくことが自分自身を変えることにもつながっていくんですね。そして本書を読み終えると、あ、自分はこのために生きていたんだって気づくと思います。以前ご紹介した夢を叶える像という本に似た大切な教えと感動を両方味わえる素敵な本です。そんな本書は現在 Amazon の読み放題サービス Kindle Unlimited に登録されておりますので、会員の方は無料で読めるんです。あなたのマインドを変えてくれるお金持ち小説。興味のある方はぜひ読んでみてはいかがでしょうか。そうそう、皆さん、冒頭にお伝えしたハッピーダイヤモンド見つかりました？ダイヤモンドの数は全部で5つでしたよ。どうです？見つかりましたか？見つけた時の小さな喜びも立派な幸せ。見つけたあなたは幸せを一つ積み重ねてハッピー度が上がってますからね。最後までご視聴ありがとうございました。これからも皆様の幸せづくりに役立つ情報をまとめていきたいと思いますので、チャンネル登録や高評価をしていただけるととっても嬉しいです。また次回の動画でお会いしましょう。皆様に幸せが届きますように。